前回のあらすじ。超能力専門の調査室の室長になった白鳥だったが、修羅組に里見がさらわれたことを聞く。新興組は、里見を取り返そうとして返り討ちにあっていた。剣竜は留守にしていて手助けは期待できない。調査室のメンバーが集まったこともあり、メンバーと修羅組の調査を決定した。次の日白鳥たちは、修羅組ビルに張り込みに行った。でも白鳥たちだけで大丈夫かな？翌朝、山木を超能力調査室に残して、白鳥たちは修羅組ビルの張り込みを続けていた。修羅組ビルに人の出入りがない。島田や宮崎は初めての張り込みだから、緊張感が切れる前に行動を起こそう。これ、記者のやることかな？風間さん、俺たちが張っているのが知れるとまずい。裏から回って組員に近づいてくれ。張り込みは初めてなので、緊張して疲れてしまいました。室長、いつまで続けるのですか？カメラを用意しましたが、人の出入りがないですね。ビルの中に超能力者がいるのを忘れるな。気をつけていけ。では行ってきます。風間は言ってしまった。まあ計画通りなんだけど大丈夫かな？島田と宮崎は少し臆病すぎる。何かに自信をつけさせないと、調査員として使えそうにない。そりゃ、怖いでしょ。風間は、ビルと反対方向に行った。風間さんは勇気がありますよ。私は組員なんかと話もできません。それはそう。室長、風間さんは大丈夫ですか？喧嘩などしなければよいが。まあ計画では喧嘩どころではないんだけどね。そろそろ風間が現れてもいいのだが。あれかな？風間が組員に近づいた。風間が組員と話を始めたようだ。気が短いから少し心配だ。風間さんの接触の仕方は文句なしが、うまく話を合わせて、里見さんのことを聞き出せよ。不安だ。やっぱ、さすが風間さんだ。組員が嫌がるように風間から離れ出した。ダメだったか。風間が組員を追いかけたら危険だ。呼び戻すしかないようだ。風間のやつ無理をしなければよいが。風間の後ろの壁から、いきなり男が現れ、風間を殴りつけた。風間が倒れたので、組員たちが抱え起こしている。風間は修羅組ビルに連れ込まれた。まずい。風間が修羅組に捕まった。ぐずぐずしていたら、風間が危険だ。遅かった。まさか超能力者が現れるとは思わなかった。宮崎さんと島田さんはここに残ってください。俺は修羅組に乗り込みます。白鳥が飛び出そうとした時、横から男が白鳥の前に立ちふさがった。村さん、驚かさないでください。皆、この方は捜査一課の村上刑事で、俺の友達です。刑事？助けてもらえる？白鳥さん一人で行っては危険です。新聞記者が連れ込まれたのは知っていますよ。風間さんというのですか。我々は今朝から白組をビデオカメラで撮っていたのに、君たちに邪魔をされてしまった。デモテレポートの現場を撮影できたので、証拠固めの一つになりましたよ。今までベテランの刑事が5人も白組に潜入しましたが、戻ってきません。白鳥さんが行っても戻ってこれないでしょう。と言って同僚を見捨てる白鳥さんでもないし、これ以上被害者は出せないから俺が一緒に行く。その代わり今日のことは記事にしないでくれ。もう一息で白組を武器で制圧する許可が下りるのだ。相手が超能力者だから、武器は自衛隊にあるような重装備で戦う。それから白組での話はプロの俺がするから聞くだけにしてくれ。さあ行こう。警察も攻撃の準備をしていたんだね。白鳥と村上刑事は修羅組ビルに入っていった。事務所の中は若い男たちでいっぱいだ。俺は警視庁、捜査一課の村上だ。組長に会いたい。刑事だと？安田に、組長に会いたいと言っているがどうしたっすか？兄貴と呼ばれる男は、一目見てヤクザとわかる鋭い目つきをしている。俺は事務所の責任者の安田だ。組長は気分が悪くて面会謝絶なので、帰ってくれ。組長に会いたくて来たわけでない。赤シャツを着た組員が同僚を無理やりに事務所に連れ込んだので、戻してもらいたいだけだ。赤シャツの男は事務所に人、おい誰か知っているか？刑事さん誰も知らないと言ってますよ。安田、とぼけても無駄だ。現場をビデオカメラで撮影しているし、証人もいる。嫌なら現行犯逮捕で表に待機している刑事に入ってもらうしかないな。何の話かよくわかりませんので、奥に行って聞いてきます。しばらく待ってください。安田は事務所から出て行った。風間は無事かな？戻ってきた。ここで行き倒れの男の方を介抱していましたので、もしかして刑事さんの友達ではないかと。今組員が連れてきますから見てやってください。行き倒れね。俺の部下を連れてきたのではないのか。もたもたしてたらバスカー砲をぶち込んでやろうか。頭に包帯をした風間が付き添ってきた組員を払うように事務所に入ってきた。
室長、無様な格好を見せてすみません。白鳥さん超能力者たちが現れると面倒です。早く出ましょう。表には、歓声を上げる宮崎と島田を、刑事たちが見守っている。そんなところで歓声上げて大丈夫なの？話を聞けば白鳥さん、超能力調査室の室長になったとか、いつものように情報交換といきませんか？警察の情報は聞きたいな。村上は風間の情報を知りたがっている。助けてもらった義理もある。白鳥たちは、超能力調査室に行った。今回はここまでにしておきましょうか。やっぱり、修羅組から情報を聞き出すのは無茶だったか。でも、警察から話を聞けるのは助かるね。こちらの情報も渡りますけどね。渓流の情報は注意かも。それでは、次の動画でまたお会いしましょう。またね。